ストーと言います。よろしくお願いします。じゃあ、2日目のキーノートの話を始めます。で、キーノートの話するって、事前に決まってたんですけど、いろいろ馴染みの人たちから、明日、キーノート楽しみにしてるよって声かけてもらって、なぜかみんなニヤニヤしてるんですけど、いい仲間に巡り会えたなって思いました。クリアコードっていう会社はスポンサーで今年も Ruby 会員を応援してます。で、このスライド、今日200枚くらいあるんで、通訳の皆さんにもちょっと渋い顔をされたんですけど、それを一通り読んで英語直して、昨日英語を直してくれました。エリックさん、ありがとうございます。エリック、ありがとう。はい。で、キーノートなのでキーノートっぽい話をしたいなと思って、キーノートっぽい話題は何だろうかっていうのを考えたんですけど、皆さん多分考えたことないですよね。私も考えたことなかったんですけど私が思うキーノートっぽい話題っていうと、将来のことを話す、よく松本さんがするような話題で、昨日は違いましたけど、そういうのとか、あとは一個の特定の話題をすごく専門家の人が深掘りするような話だったり、あとは全体が現状が分かるとか、その全体の分かるようなそういう俯瞰した話をキーノートっぽいなっていうふうに思ってます。で、私はどういう活動をしているかっていうと、Ruby でできることをたくさん増やすっていうのをやってます。で、それも自由に使えるソフトウェアとして、Ruby でできることを増やすっていうのをやってます。あとはライブラリのメンテナンスをしています。で、自由に使えるソフトウェアっていうのは、Ruby 自体もそうなんですけども、そうですね、自由に使えるソフトウェアですね。で、どういうソフトウェアかっていうと、自分が、ユーザーが好きなように使えるっていうのとか、勉強できるとか、自由に再配布できるとかなんですけど、例えば Ruby の作者が Ruby を英語っぽい表記で書くのは好きじゃないとか言っても、ユーザーがそういう書き方をしたいって言ったらできるっていうのが自由なソフトウェアですね。なんでそういう感じでユーザーが自由に使えるで Ruby を自由に使える分野を増やしていきたいっていうのがやっていることです。で、実際私がどのくらいライブラリーメンテナンスしているかっていうのをちょっと数えてみたら130くらいあったんですね。で、これは多い方じゃないかなと思うんですよ。なので、このたくさんやってるっていうのを話すのは私が話すのに適した人じゃないかなと思うので、今日はRuby でどういうことができるようになったかっていうのをたくさん紹介しようと思います。で、たくさん紹介するので、スライドの枚数が増えてしまってます。で、たくさんやってるっていうと、そんなにやることあんのみたいな話をされるんですけど、やることを特に探してやってるっていうわけではなくて、必要になったからやってたらこうなっただけです。で、いろいろきっかけがあるので、今日はいくつかきっかけベースで、これきっかけでこういうのできるようにしてますみたいな話をしていこうと思います。で、まず最初、ウェブのフィードなんですけど、最近の若者はもう知らないみたいなんですがRSS とか Atom っていうエディターじゃないんですよ。ウェブのフィードがあって、でそれをバリデーション付きでパースするっていう RSS パーサーっていうのを作ってます。で、これ2003年に最初にリリースしたんですけど、15年前ですね。で、これが翌年の1月に Ruby に入って、それのメンテナンスするために、私は Ruby のコミット券もらった言いました。で、今でもバリデーション機能付きのパーサーはないので、できるように Ruby でできることを増やすっていうのを、この分野でも今でもそういうなんですかね、ステータスになってます。で、なんでバリデーションしたいかっていうのを思ったかっていうと、私にとって大事だったから、私が必要だったから作ったっていうだけですね。で、世間にいろいろ転がっているウェブのフィードは大体不正、仕様に沿ってないんですね。で、それを扱うとエラーになること多いので、そういうのをもっと分かりやすい状態で見つけたいと思ったので、これを実装しました。
なので RSS パーサーってやつのメソッドのデフォルト値は、バリデーション有効な状態です。でオプションで無効にするっていう形になってます。で Ruby2.6 からはキーワード引数でもこう無効にできるような使い方が無効にする使い方ができるようになります。でそれに関連してなんですけど REXML っていう Ruby で実装され Ruby だけで全部実装されて XML パーサーがあります。でこれ2001年なんで17年前ですねにショーン・ラッセルさんが開始したやつなんですけど、Java のエレクトリック XML っていう実装を元に開発したやつです。で Ruby でエレクトリック XML を実装なんか参考にして作ったので REXML なんですね。知ってましたか？まあ知らなくても生きていける話ではあるんですけどそう今日は皆さんが知らない話をできるだけ多くできればいいなというふうに思っていろんな話題を集めてきました。で2003年にRuby に標準添付されてます。でちょっとですかね、本題と離れる話なんですけどショーンさん漢字の表記があって書ってなんか読書とかの書と文みたいなのがあるらしいんですね。で当時番組レポートとかなんかいろんなのでメールでやり取りしてたんですけどで俺こういう名前に表記あるんだけどお前の漢字どう書くのみたいなとかやり取りとかしてたんですね。で今でも一回も会ったことなくて多分死ぬまでショーンさんに会うことないんですけど、そういう感じでRuby でなんか他の人とつながるみたいなのができるようになったっていうほっこりしたエピソードがあります。で宣伝なんですけどコード懇親会っていう企画を今回思いついたのでそれを今日の夜19時から19時半ぐらいからあります。でこれ何かっていうと、今回から初めての思いつきの企画なんですごく実験的なんですけど実験的な企画です。でどういうものかっていうと発想した理由ですね。Ruby はなんか楽しく書けるのを大事にしてるってやってますよね。で実際我々 Ruby 書いて楽しくコード書いたりしているわけですよ。でだったら懇親会でも、一緒に Ruby 書いたら楽しいんじゃないかっていう発想で企画したものです。なのでこのコード懇親会の中身はオープニングがあってコード書く時間があって終わりクロージングがあるっていうだけの、内容になってます。でもうなんか参加者意外にもって言うとあれですけど多くて入れないんですけど、もし今年良かったなって思う人がいたらいろんな人に言ってあげてください。で今回はスピーさんにいろいろ食べ物とか提供してもらったりとかっていうのをやってもらってるんですけど、もし他の企業の皆さんもこれ良かったなって思ったら来年真似してやってもいいですよもっとコード書けばいいじゃんって私は思うので、こういう機会とかあるといいなって思って企画しました。で松本さんも来るはずなのでぼっちにさせないであげてください。はい、で RXML の話に戻ると、最近の話題って言ってももう8年前なんですけど2010年から私がメンテナーになってます。でこれはさっきの RSS パーサーっていうのでこれ使ってるのでメンテナンスしてます。あとは2016年にエレメントクラスのこの括弧で属性を取得できるような API を追加しています。でもともとは個要素しか取れなかったんですけれども属性も取れた方が便利だなっていうので 2.5 から使えるようになってて、今年は XPath 関係の XPath の実装も全部 Ruby だけで書かれたのあるんですけどそれを修正したのがあるので 2.6 から使えるようになってます。で、RXML の将来未来ですけども、Ruby だけで書かれてるっていうのはそれなんかね一定の価値があると思ってて、まずインストールが簡単っていうのがいいところですね。なのであっていいやつじゃないかなとは思ってます。でちょっと話は変わるっていうか変わるんですけど、最近仕事でルアジットのXML のライブラリ作ってたんですね。でそれ作りながらわしは Ruby 以外のやつをやってる時もこれの経験を Ruby に活かせないかみたいなことを考えながらやるのでこのルアジットのライブラリ作っている時に
RxML どういうふうな API だったらいいのかなみたいなのを考えながらやってました。で思いついたのが、ノードセットオブジェクトがあるといいんじゃないかなっていうのが1個あります。でそれ何かっていうと、検索サーチとかで検索したら、その検索したオブジェクトを現在のコンテキストとしてさらに検索したりテキストを取得したりみたいなのをやると、スクレーピングとかで書きやすくなりそうだなっていう案ですね。あとは CSS セレクターがあると便利そうかなっていうのを思ってます。でXPath も表現力あっていろいろ書けるんですけど、 CSS のセレクターの方が簡単に書けることの方が多いので、こういうのもあると良さそう。あとは HTML5 をサポートできるといいかもっていうのがあります。で XML のパーサーなのにっていう風な気持ちもあるかと思うんですけども、パースした後は記構造のオブジェクトになるので、その入力のところだけ変えれば後の XPath で検索するとかみたいなのは全部使えるので、そういうのも意外と合うんですよっていう案を思いつきました。ですけど、そんなに私の優先度高くないのですぐにこれから取り組むみたいなわけじゃないんですけど、もし興味ある人いたら、声かけてください。一緒にやっていきましょう。で RSS パーサーと RxML はちょっと Ruby 本体のリポジトリから外に出すことにしたので、参加しやすくなるはずです。で次のきっかけですね。私はいろいろ Ruby でできることを増やすために何かのきっかけがあるとそれ関連のやつをできることを増やすみたいなのをやってるんですね。でそれの2つ目のきっかけがプレゼンテーションなんですが、ラビットっていうのを皆さん知ってますか？もしかしたら見たことない人いるかもしれないんですけど、ルビースト向けのプレゼンツールですね。でこれ2004年にリリースしたんですけど、いまだにルビースト向けの用のプレゼンツールっていうのは類を見ないので、一定の存在価値があるソフトウェアですね。で2010年から松本さんがラビットに乗り換えたですねっていう歴史があります。でルビースト向けのプレゼンツールには何が必要なのかって皆さんピンとこないかもしれないんですけれども、 RD をサポートするっていうのがすごい必要なことなんですね。RD 最近の若い人は知らないかもしれないんですけど、Ruby ドキュメントっていうのがの略なんですが、これ言語デザイナーの松本さんっていう方が多分デザインした言語なんですけど、テキストベースのマークアップ言語ですね。でテキストベースなのでバージョン管理しやすいですね。プログラマー Rubyist にすごい向いてる。であとはいつも通りスライドを公開できるっていうのが大事になってきます。でどういうことかっていうと、皆さんライブラリとか公開するとき GM プッシュしますよね。これでスライドも公開できます。その Web API がとかそういうのじゃないんですよ。わかります？かっこいいでしょでこれスライド GEM の中にスライドの PDF が入ってるんですね。でこれをプッシュするとスライド共有サイトがあって、ここに自動でポッて載ります。でこのスライドもここに載ってます。でこの GEM の使い方はどうなんだろうっていうのを一応エリック君に昨日聞いておきましたら、セーフということなので、皆さんも自分の中にスライド入れてここに共有するっていう使い方ができます。安心してできますあとはそうですね、一般的なプレゼンツールに必要なものは GUI ですね。でそのために RubyGTK3 っていうのを開発してます。でこれはいろんなプラットフォームで動く GUI のツールキットなんですけども、20年前に松本さんが作り始めたものです。知ってましたか？知らないでしょで私は2004年からこうやって参加してます。でこんな感じで書くとウィンドウが出るみたいなやつですね。で一応動かしておくと、GTK とかこんな感じで出る。これを O って言うんですよ。皆さんプレゼンの見方分かってないかもしれないですけど、デモしたら O っていうもんなんですね。すごくなくても O って言うんですよ。でこれウィンドウ出た O ですね。これ今練習ですね。でこんな足りない
プレゼンツール作る時にこれ足りないみたいなとかいっぱいあるんですけども、その時に、ね、どうするかみたいなのはいろいろやり方があります。で、必要な機能だけ実装して、でまた自分本当に作りたかったやつ、プレゼンツールだったりに戻るみたいなやり方もありますし、その必要な機能だけじゃなくて一通り整備してまた元に戻ってくるってやり方もあるわけですね。で、私は大体の機能を全部実装してから元に戻ってきます。で、なんでかっていうとですね、私の優先度的にはもうラビットを使えるようにするみたいな、改良していくみたいなのもすごく大事なんですけど、Ruby でできることを増やすっていうのも大事なので、いい機会だなと思って、そういう今までできなかった分野のも作っていくっていうふうなことをやってます。で、時間かかるんですけど、別に趣味でやってるやつなので言うわけですね。で、その GTK の API って結構多くて3000以上あります。で、もともと手書きで1個ずつバインディング作ってたんですけども、最近は自動生成するようにしてます。で、そのためにもライブラリを作ってて、RubyG Object Introspection ってやつなんですけども、これを使うと実行時にバインディングを動的に生成できる、実行時にバインディングを自動生成できるようになります。で、これは2012年から作り始めたやつで、2012年後にその GTK のやつを移行してます。で、イメージ図で言うと、もともとはこの RubyGTK3 ってやつを C でバインディングを書いてたんですけども、そこがほぼ Ruby で書けるようになるわけですね。自動生成なので、その代わりこの RubyG Object Introspection ってやつの方で Ruby と C 組み合わせてみたいなことをやるんですけども、っていうのができるようになってますという仕組みを作りました。で、性能面で言うとちょっと手書きより遅いんですね。っていうのはオーバーヘッドがあるからなんですけども、大きなオーバーヘッドが実行時に引数どういうふうに変換するかなみたいなのをチェックして変換するみたいな処理が起こるのが重いです。で、改善案が思いついてるのがあって、実装コンパイルできないかなみたいなのを思ってます。で、どういうことかっていうと、今はこれイメージ実装なんですけど、どんな関数でもメソッドでも呼べるみたいな一般的な関数があって、それに動的にパラメータを渡して実行するっていうモデルなんですけども、それをよく使うメソッドはもうこのメソッドはこの引数でみたいなのも分かっているので、それだけを実行するC の関数作ってそれを呼び出すみたいなことをできると、その手書きと同じパフォーマンスが自動生成で実現できるんじゃないかなっていうのを考えてます。で、できれば MJIT のフレームワークに乗りたいんですけど、今は MJIT のフレームワークインストラクションシーケンスを入力にしてやるみたいなやつなので、単に C のソース渡したらコンパイルしてビルドした関数のポインターを返してくれるみたいなぐらいまで抽象化されると再利用できそうだなっていう雰囲気を思ってますが、まだ相談できてませんので、相談したいなこの機会にって思ってます。で、この RubyG Object Introspection 関連の参考資料があるので、興味ある人はここら辺を見るともっと詳しい話が分かります。で、入門の下の方ではビルドシステムとしてメゾンと忍者っていうのを使ってて、これはこれで結構面白いので、ビルドシステム興味ある人は見てみてください。どっちも速さを売りにしたビルドシステムです。で、メゾンは Python で書かれてますね。で、自動生成できるようになったので、いろんなのを自動生成で実現するようにしています。で、パンゴってやつもやってて、で、これは国際化に対応したテキストレンダリングのエンジンですね。で、例えば金属処理っていうのができます。で、金属処理って何かっていうと、日本語だと丸とかが文頭にそれだけで単体では出ないっていうルールあるの知ってます？普通は出ないんですよ。こんにちはとかあって、これが小さくなっても絶対歯とこういう風な感じになるんですよ。で、そういうのをそういうのですよ。だんだん分かってきましたね。はい。っていう風なのを全部やってくれるんですね。で、カラー絵文字もちゃんと使えるっていう。で、これ分かりますかね。
アラビアその左から右に流れる言語じゃなくて右から左に流れる言語もこういうふうにちゃんとレンダリングできるっていう機能があります。お、分かってきてるじゃないですか。よし、おじさん頑張っちゃうぞ。で次は GDKX バッファーってやつですね。これ画像操作するやつなんですけども、入力のこれピングを半分の形にして JPEG で保存するみたいなやつですけども、拡張子で判断してこう半分にして JPEG に保存するみたいなのを書けるようなやつですね。これ、プレゼンツールでも使えるんですけど、サーバーサイドとかでも使えるようなそういうツールです。でアニメーション GIF も読めて、これはあれですね、亀とウサギのコンセプトを紹介したアニメーション GIF わかりますか？あれこれすごいところなのにっていうのもでこうプレゼンツールで読み込んで表示するみたいなこともできます。あとはポップラーっていうのもこう自動生成で作れるようになってます。でこれは PDF をパースしたりレンダリングしたりするやつなんですけど、テキスト抽出したいってことよくありますよね、 PDF から。でそれもこの4行でできるわけですね。そのPDF のドキュメントオブジェクトを作ってeachで回すとページが返ってくるので、そこにテキストというとテキストが返ってくる。すごく Ruby らしくていいですよね。でプレゼンツールでは他のスライドの1ページを埋め込むみたいなことにも使えます。これは去年の私の話したスライドの1ページ目を埋め込んでるっていう例ですね。あとは GStreamer っていうのも自動生成できるようにしてます。でこれ何かっていうと、分かりやすく言うと音声とか動画を再生するフレームワークで、本当はもっといろいろできるんですけれども、こう思えば大体合ってます。でじゃあこれでカメラから入力読み込んでちょろっと変換して画面に出すみたいなこう設定なんですけど、これやると、してないカメラのやつをできる。そう、さすがよくできてるなっていうのがこう Ruby で書けるようになるわけですね。でさらにこの要素をこう組み合わせていくと、ここで顔認識するみたいなのをやると、これあります？お、そうなんか画像入ってなんかですね、みたいなことができるわけですね。っていうふうなのもこう自動生成でできるようになってます。でこれ今カメラで撮って出してるだけですけど、例えばサーバーサイドで音声のファイルをフォーマット変換するみたいなのも使えたりするわけですね。でラビットにもこれを組み込んだ例を見せたかったんですけど、ちょっとあんまりまだうまくできてないので今日は省略しておきますね。省略、はい。であとは PDF 出力がすごく大事で、こう公開するときに PDF になってた方がいろんな人が見れるから大事なんですね。でそのために R 回路っていうのを作ってます。でこれは2次元の画像を表示するレンダリングするやつです。でいろんな出力出せるのが特徴で、普通のピングとかの画像のフォーマットも出せるし PDF も出せるし画面にも出せるってやつですね。でこれ2003年に他の人が作り始めたやつに2005年から私がこう必要だったので開発参加していったってやつです。で赤い真っ赤な A4 の PDF を作るみたいなのはこれでできます。で、この画像を扱う時にはその GC 周りでちょっと課題があるんですね。っていうのはこれ単に 6000×6000 の画像を1000回作ってるやつで、誰も参照してないのですぐに開放できるやつなんですけど、メモリ使用量がこう徐々に増えていくっていう傾向があります。でこれなんでかっていうと適切な頻度で GC が動いてないからなんですね。 GC 動けばちゃんと回収されるんですけど動いてないからですね。でこれなんでそうなるかっていうとRuby の GC はなんか敷地があって、そこの敷地を超えるぐらいまでメモリ確保したら GC 動いて回収して、でまた増えたら回収してみたいな動きになってるんですね。で Ruby の外で確保したメモリは Ruby どのくらい確保したか知らないのでいつ実施していいかわからないのでこういいタイミングで実施できなくて増えていくっていう状態になってました。ですが、これを修正したのがあります。でこれは私が提案して中田さんに実装してもらったってやつですけど、こう
Ruby の外で確保したメモリ使用量を Ruby に教えるっていう API が追加されてます。でこうすると Ruby が適切なタイミングで実施してくれるようになるのでメモリ使用量は安定します。でこれ 2.4 以降で使えるようになってます。っていう感じで、必要な機能を Ruby に動かないみたいなのを実装していくっていうのももちろんやってるんですけど、その中でこう Ruby 本当は良くなったらいいなみたいなのもこうフィードバックしてなんか良くしていくみたいなこともやってたりします。で次がプレゼンツールに必要なものは簡単なインストール方法ですね。たくさんいろんなのに依存しながら動くのでインストール大変になるんですけども、そこら辺インストール大変だと誰も使ってくれないっていうか、インストールしただけで満足してプレゼンしなくなっちゃうみたいな現象が起こるんですね。なのでインストールも簡単にするっていうのも取り組んでます。でネイティブパッケージインストーラーっていうのを作ってて、これは GEM インストールするとシステムのその apt とか YAM とか DNF とかそういうのでシステムのパッケージを自動でインストールするライブラリーですね。こんな感じでこのライブラリーがなかったらこのライブラリーをこの環境ではインストールするっていうふうなことを書いておくと動くやつですね。あとはレイコンパイラーっていうのも言います。でこれは主に Windows ユーザー向けなんですけど、クロスコンパイルして Windows 用のバイナリーを全部含んだ GEM を作るための便利ツールっていう位置づけのやつですね。これ2008年から開発が始まって2014年の末に誰かメンテナンス変わってって話が出てたので、私が使ってたのでメンテナンスを引き取ってますっていうやつなので、そのプレゼンツールをきっかけに、いろんなライブラリ開発したりインストールを簡単にするみたいな仕組みを作ったりしてます。で次がテストきっかけのやつですね。テストユニットっていうのがあって、これはなんと Ruby でテストをかけるわかるかなRuby でテストをかけるテスティングフレームワークなんですね。でこれ2003年に Ruby 本体に入って2008年から私がメンテナーになってるやつです。でもっと詳しい経緯はリンク先を見てください。で私がメンテナンスするようになってから追加した機能がいくつかあって、そのうちの一つがグループ化の機能なんですけど、これ私が一番大事な機能だと思ってて、メンテナンス可能なテストを書くために必要な機能ですね。例えばスタックのテストを書くって言った時に、スタックのテストをベタに全パターンテストって書いていくんじゃなくて、グループ化してこれは何のプッシュのテストだみたいなことを分かりやすくできる。で、Ruby で書けるので継承セルフで継承してるわけですね。で他にもメソッドで書けるっていうようなインターフェースもあります。あとはデータドリブンテスト、データ駆動テストっていうのもできるようにしてあります。でこれはテストの内容が同じだけどいろんなパターン試したいときに便利なやつで、そのテストの中でループ回してもいいんですけど、そうするといろいろあれなんですよ。今は説明しませんがなのでテストのフレームワークの側で一個ずつテストのデータを渡してやるっていうような使い方ができる。今だとこれ2パターンですね。正の数の時と負の数の時2パターンのテストをデータでテストするみたいな書き方をしている例です。で次にバックトレースをリバースする、逆順にバックトレースバックをバックするっていうやつですねRuby2.5 でこの変更が入ってるんですけど、そのターミナル出力の時だけバックトレースの順番が反対になるっていう機能ですね。で私最初微妙かなと思ってたんですけど、使ったらそんなに悪くなかったのでテストユニットでも同じような挙動にするようにしました。次がテストダブルですね。ダブルっていうのはスタブとかモックとかその代役みたいな意味のダブルです。でダブル Ruby っていう R を2個重ねたやつダブルをかけてるんですねっていうのとテストユニット一緒に使えるようなのを作ってます。でこのダブル Ruby っていう方は2007年から開発始まってるんですけど、2014年に誰かメンテナンスしてっていうふうになってたので、私使ってたので2015年のからメンテナンス引き取ってます。いやこれの私がいいなと思うのは、ここが
ですかね、そのダミー実装みたいなやつなんですけど、こう呼び出しと同じ形で書けるっていうのがいいなと思ってこれを、使ってます。次が全文検索きっかけで Ruby でできることを増やしているっていうやつの話をします。でもともと全文検索は私全く興味ないし買ったんですけど、なんか10年くらい前にこう仕事でやり始めたので、せっかくやるんだから Ruby でもこの全文検索周りできるようになったらいいなっていうのでいろいろやってます。で気づいたら10年やってたのでなんか結構詳しくなっちゃったので困ったことあったら私に聞くといいと思いますよでまずルルンガっていうやつがあって、これ全文検索のライブラリーですね。で全文検索するときにライブラリーでやるパターンとクライアントでやるパターンが大きくあるんですけど、あります。でライブラリーの場合はサーバーがいらないので簡単に始められるっていうのがメリットになります。あと普通に Ruby で書けるので、なんですかね、なんか違う世界のが入ってきたなみたいな感じになりにくいっていうのがあります。で例えばデータベースを作るって時はデータベースオブジェクトのクリエイトを呼べば作れますし、スキーマ定義するときはクリエイトテーブルっていうのを呼べばテーブルができる。ここは Docs っていうテーブル作って、そこにコンテントっていうカラム作って、これは全文検索用のインデックス作るみたいな感じですね。でレコードを追加するときはそのテーブルオブジェクトを持ってきて、追加なので add って呼べば追加される。でコンテントカラムに入れたいのでここにコンテントって書けば入る。普通の Ruby のコードっぽい感じになるわけですね。で検索するときはセレクトって書いて、あとはこうブロックの中で条件を指定する。コンテントの中身にコンキャットっていうのを含まれてたらマッチみたいなのを書くと、もうそれで検索ができるっていうような API ですね。でこれを使ってるのがラビットのスライドを共有できるサイトで、この全文検索スライドを全文検索できるんですね。便利でしょ。動かさないですけど今はあとはルリマサーチってやつもこれで動いてます。ルリマサーチっていうのはすごい早いRuby 用のドキュメントを検索する用の検索サービスですね。で RDoc サーチっていうのもちょっと考えてはいるんですが、これはなんか手はつけられてません。でもし興味ある人いれば一緒にやりましょう。でルリマと RDoc なんですけど、似てるんですね。でルリマは日本語で書かれてて日本語が得意な Rubyist 向けの Ruby のドキュメントで、RDoc のやつは英語で書かれてて全 Rubyist 向けですね。で元になっているドキュメントの内容は全然共有してなくて、向こう側でいいのがあったらなんかコピーして持って共有するみたいなモデルになってます。で私が思うこととしてはですね、なんか同じようなことやってるのでもっと共有したりとか一緒にうまいことできないかなっていうふうに思うわけですね。で私がやったのが国際化ですね。でこういうふうになったらどうかなっていう案として RDoc を元のソースとして、それを日本語に翻訳するっていう流れになるといいんじゃないかなと思うわけです。で例えばルリマの方に日本語のドキュメントの方にいいサンプルコードを増やしましたって言っても日本人しか嬉しくないわけですね。でも RDoc の方にあると日本人以外の人も嬉しくなるので、そういうふうな感じのができた方がいいんじゃないかと思って、こういう仕組みはどうかなって思ってます。で、YARD と RDoc っていう2つのドキュメントのツールに国際化のサポートを追加しました。でこれが2012年と2014年ですね。でYARD の方の使い方なんですけど i18n っていうサブコマンドがあって、でそうやると POT っていうファイルがこうポッとできるわけですね。何でこのPOTっていうのを元にポっていうのを作って、でその中に翻訳対象のメッセージが入っているのでその中身を翻訳します。であとはそれを今は日本語用のジャパニーズのジャのポを作ったので、それを使うみたいな指定をすると日本語のドキュメントができるような仕組みになってます。でちょっと煩雑なのでこの
ヤードの国際化の機能を便利にするライブラリも作ってあります。で、レイクファイルにこういうふうなのを書いておくと、注目するところはここなんですけど、毎回同じ何かするごとに翻訳するとか元のドキュメント更新するとか何かするごとにこの同じコマンドを実行するだけでその場その場でいい感じの動きをするっていうような仕組みになってます。でこれを使っているのはテストユニットとかルルーンガとかではこういうのを使ってます。で RDoc も大体同じような流れですね。フォーマットってオプションがあってそれで POT っていうのを作れます。あとは PO を作って翻訳してそれを使う。でこれでできます。でまあツールの整備は終わったわけですね。がまあそれ以降別に進んでなくてなんか興味ある人いれば一緒にやっていきましょう。であとはこれで得た知見をですね他にも流用してましてジキルっていうやつでも国際化できるようなやつを作ってます。でこれの特徴は、ジキルはいろんなマークアップの言語対応してるんですけど、それどの言語でもマークアップ言語でも使えますし GitHub ページでも使えます。でレイクファイル作ってこんな感じのを用意してでこれをデフォルトタスクにしとくわけですね。でそうするとさっきみたいになんかしたらレイクなんかしたらレイクみたいにするといい感じに全部動くっていうような仕組みになってます。でこれを使っているのが Red Data Tools っていうのの公式サイトですね。でわかりますここら辺レイアウト全部同じなんだけどコンテンツのとこだけ日本語英語切り替えられるみたいな仕組みになってます。っていうので、国際化周りもちょっとやってたりします。あとはグルンガクライアントっていうのも作っててこれは全文検索のクライアントなんですけどライブラリーとクライアントで、両方作ってるわけですねでクライアントだと嬉しいのが依存関係が少なくなりやすいってところですね。クライアントなので単にネットワーク越しにサーバーにアクセスするだけなので必要なものがそんなに多くない。あとはサーバー側で全部検索するのでクライアント側はそんなにリソース必要ないっていうのがいいところです。でどういうふうに使うかっていうとサーバーの URL を指定して検索のコマンドを投げるとレスポンスが返ってきて何件ヒットしたか分かるとかそういうふうな使い方ですね。でこれでちょっと実験してるやつがあって実験してる API があってブロックを渡したら非同期な呼び出しになるっていうのをちょっと実験してます。なのでこれセレクトってやったらすぐにこの中身が実行されるんじゃなくて次の行とかがやっててでスリープとかで待ってて結果返ってきたらこの中身が実行されるっていうふうになります。で普通にブロックなしで呼び出すとレスポンスが返ってくるんですけどブロック付きの時はリクエストオブジェクトが返ってきてそれにウェイトってやると待ち合わせることができるっていう API をちょっと実験してます。でこれを Rails からいい感じに使うものも作ってます。でどういう構成になるかっていうと普通のデータはリレーショナルデータベース管理システムに入れて全文検索はグルンガってやつでやるっていうモデルですね。で使い方はアプリケーションサーチャーっていうのをまず作ります。アクティブレコードを使う時のアプリケーションレコードと同じような位置づけですね。で個別のサーチャーオブジェクトを作ります。これね。で全文検索のインデックスを作ります。でデータはモデルの方に入っているのでそことサーチャーっていうのを紐付けます。ここで紐付けるわけですね。でよくRails で全文検索できるようにするライブラリーとか作るとモデルに拡張するみたいな作りにしちゃうんですけどそれは微妙だなと私は思ってましてっていうのは複数のモデルまたがって検索したいんですよ大体。おいおいはそうなるんですね。なので1個のモデルに紐づいた形にするのはそんなにいい設計じゃないなと思うのでこういうサーチャーっていう特別なクラスを作るような設計にしてあります。わかるであとはこの検索
するときは、コントローラーではサーチャーオブジェクトを作ってアクティブレコードみたいにこうなんですかね、メソッドチェーンで条件を追加すると検索できるっていう仕組みですね。チュートリアル、もっと詳しい話はチュートリアル日本語なんですけどあるので、こっち見てください。あとはラングバっていうのをこのなんか何にするかわからないような名前であれなんですけど、全文検索システムも作りかけのものがあります。で全文検索システムなんでファイルサーバーを検索するとかメール検索するとかみたいなので使えるやつですね。でクローラーとか検索用のウェブの画面とかコマンドラインのインターフェースとかを備えているはずのものです。で全文検索システムを作るときには全文検索対象のものからテキストを抽出しなきゃいけないですね。なのでそれをできるようなツールを作ってます。それがチュパテキストってやつなんですけど、これいろんなフォーマットからテキスト抽出できるようにするやつですね。PDF もできるし、オフィス文書もできるし、メールもできるし、他 GZ の中を分解して中から引っ張り出してみたいなことも全部できるようなツールですね。でいろんな使い方できるようにしてあって HTTP 経由で使うこともできるし、ウェブの画面からアップロードしてテキスト抽出するみたいなのもできるし、コマンドラインでも使えるし、ライブラリーとしても使えるっていうようなものを作ってます。で例えばの使い方の一例 HTTP での使い方なんですけど、Docker のイメージもあるので、こんな感じでDocker 立ち上げると、チュパテキストサーバーみたいなのが立ち上がって、PDF からテキスト抽出したいみたいな時はそれをポストしてやれば抽出結果が返ってくるっていうような使い方ができます。簡単ですね。動かさないんですけどで、ラングバっていう全文検索システムでもこれ使いたいと思って作りましたし、コミットメールでも使えます。でコミットメールを流すためのツールも作ってます。で Git 用のコミットメール流すやつがこれで、特徴は、単に diff 流すだけじゃなくてワード単位でハイライトした HTML メールでの diff もつけるっていうところですね。あとは元のリポジトリへのリンクとかももろもろつけるっていう感じのものです。で GitLab と GitHub の Webhook も対応しているので、そこに置いてあるリポジトリともいい感じで使えるものです。でこれ使ってるのは、T ダイアリーとか T ダイアリー皆さん知らないと思うんですけどもそういうのがあって、そういうのを使ったりとか、私開発してるやつとか、あとは私は Ruby 本体のコミットはこの自分作ったやつで見てます。あとは Rails のやつとかもちょっと眺めたりしてますね。で、これ使うためにはサーバー用意しなきゃいけないんですけど、それ多分面倒だと思うので、コミット email info っていうドメインにとってクラウドサービスとしてコミットメール流せるみたいなのをやってます。これは多分のここのリポジトリに、使い方なんですけど、アンシブルのファイルが置いてあるので、それで設定を書き換えるプロリクエストを送ってもらったら、あとは私がデプロイして使えるようになるっていう簡単な使い方ですね。で詳細使いたい人はサイトを見て使ってくださいっていうのが全文検索絡みでいろいろやってることで、全文検索きっかけでもいろいろ違うことをやってるなっていう気持ちになって聞いてればいいですよで最後のきっかけはデータ処理関係ですね。CSV っていう標準ライブラリあるんですけど、これをメンテナンスしてます。でもともと2003年に Ruby に入って2007年に完全に置き換わったやつなんですけど、2008年今年からメンテナンス村健君と一緒に引き継いでます。でなんでこれを引き継ぐことにしたかっていうと、データ処理するためには、データを扱える状態にしなきゃいけないんですけれども、しないといけないんですね。でその時に
CSV 結構使われてるので CSV ちゃんと読めるようになるとか早く読めるようになるっていうといろいろ便利なんですね。なのでここら辺もちゃんと使える状態維持するために、メンテナンスすることにしました。で、そうだ忘れてたな。つながってないか、はい。CSV のフォーマット、広く使われているのでなんかある意味ポータブルなんですけど、なんすかね、ポータブルすぎるっていうかなんて言えばいいんですかね。何でもありなんですよ。間まで区切られてればいいんでしょうみたいな、そういう複数行になっても1行なんだみたいな、そういうのとかも普通にあって、結構大変なんですけど、適切にパースするのも大変だし時間もかかるしみたいなのは広く使われてるけどなかなか難しいみたいなやつですね。でそれの一部を解決できるようにするためのアプローチがあって、アパッチアローってやつがあるんですけど、それを Ruby で使うようにしたレッドアローっていうのを作ってます。でこれ去年から開発始めたやつなんですけど、先週ですね、アパッチアローってやつの公式のバインディングにしました。でアパッチアローの方いろいろ開発参加してて、結構上のポジションまで行ったんですよポジションって言うとなんか分かんないかもしれないけど、アパッチファン知らないと思うので完全に余談なんですけどアパッチソフトウェアファンデーションっていうのがあるじゃないですか。でそれぞれプロジェクトあるんですけど、それぞれのプロジェクトごとに階層があって、一番下っていうとなんかあれですけど、コミッターっていうのがまず一番権限がある、下の権限としてあるんですよ。でその上に PMC っていうプロジェクトマネージメントコミッティ、プロジェクト管理委員会みたいなのがあって、でそのコミッターの上にその人たちがいて、さらにそのボスみたいなのが PMC チェアみたいなのがいるっていう、ピラミッドなのかよくわかんないですけど、そういうふうな構造になってるんですよ。で私コミッターになってその PMC っていうところまで行きました。でチェアには別になるつもりないんですけどPMC ってになると何がいいかっていうと、リリースする時とかにちょっと権限増えるんですよ。パッケージにサインできるとかみたいなのがちょっと増えたりするので、はかどるかなと思って PMC とこまで上り詰めたわけですね。やってたら勝手にインバイトされただけなんですけどっていうところまで行って完全に余談ですねこれはでアパッチアローっていうのは何かっていうと、すごい速いデータフォーマットで、メモリ上のデータをいろいろ処理するために特化したメモリフォーマット、データフォーマットで、そのデータフォーマットいっぱいあるんですけど、何もから何まで全て最高なのは別になくて、トレードオフなんですね。何を重視するかでいろいろ設計方針変わってくるんですけど、これはメモリ上でデータ処理するのに特化した実装で、いろんな言語をサポートしているので Python とか Java とかサポートしその他の言語もいろいろサポートしているので、他の言語とデータのやり取りがすごく効率的にできるようになりますっていうものです。で性能面っていうと、これ X 軸が CSV そのデータの行数で、 Y 軸がこっちが行数で、こっちがロード時間なんですけど、傾向を見てもらえばそれでいいんですけど、 CSV の方は行数増えるごとに右肩上がり増えてくるんですけど、アパッチアローの方は定数時間っていうかあんまり変わらないでできるっていう傾向があるですね。なので大きいデータを使う時もやりやすい。でこのアパッチアローっていうのの立ち位置づけなんですけど、最近のデータ処理界隈では超大事な1コンポーネントみたいな感じの位置づけになってるんですね。で言っても多分皆さんにはピンとこないので Ruby で例えると Ruby3 で3倍速くなるために JIT がすごく良さそうみたいなとかっていうのありますよね。そこぐらいの位置づけなんですよ。わかるこれで例えてわからないとだいぶ辛いんですけど、そういう位置づけなんですごく大事なやつなんですね。でこれもRubyG オブジェクトイントロスペクションでそのラビットを作るために作ったやつをこっちでも活用してやってます。でこれの API で皆さんに自慢しておきたいのはロードっていうメソッドがあるんですけど、これがいろんな
フォーマットを統一的に扱えるようになってて、でそれとなんでこれ.ro だったら RO 形式に読み込むし .csv だったら CSV の形式に読み込むっていうようなやつですね。でこれと同じような感じでセーブっていうのもあるので CSV で読んで RO でセーブするみたいなこともできるようになってます。で最後にちょっと入ってるこれがパーケっていうのも違うまたデータフォーマットなんですけど、これもすごく速いデータフォーマットで、これの設計方針はデータを分析する用の大量のデータをいい感じに保存するようですね。でこれも広く使われてます。皆さん見たことないかもしれないですけど広く使われてるやつなんですね、界隈では。でさっきのグラフなんですけど、これ違いが分かりますか？ここ両方ここにいるんですよ、アローとパーケー君が。なんでどっちもすごい速いフォーマットですね。でこれを使えるようにしているのがレッドパーケーってやつなんですけど、それも開発してます。で、でも他にはレッドデータツールスっていうさっきサイトもちょっと国際化のところで見せましたけど Ruby でデータ処理できるようにするのを進めるプロジェクトもやってます。2017年から始めて去年の11月からは東京で毎月1回オフラインの開発イベントみたいなのもやってます。で今はそのさっきのレッドアローとかレッドパーケーとかも含めて20くらいのプロダクトがあります。でちょっと紹介するとレッドデータセットっていうのはデータセットを取得する、ライブラリーですね。今これ3種類ですけど、これからまたワインのデータとかも今やってる人もいますし、これから増えていきます。でこうデータセットってなんか機械学習とかみたいにやるときにちょっと勉強するためになんかテストデータ必要みたいになって、でこれ便利なんですね。なんで必要になるやつなんですよ。で使い方を1個紹介すると Wikipedia のデータをこう持ってくるやつは Wikipedia 入すると Wikipedia 用のデータセットができて、でこれイーチすると各ページごとにこう取得できこう中身を Ruby のオブジェクトで取ってこれるですね。でダウンロードとかもするしパースも中で勝手にやってくれます。でこれかっこいいのがこうイーチがメインなメソッドなんですよ。ちょっと皆さん勉強不足イーチがいいんですよこれ。わかるかなでこれの例えば利用例としては全部検索のルルンガと混ぜるとこれでもう Wikipedia 検索ができるわけですね。お、そうですよ、そういうのですよ。ね、簡単でしょ。こういうのあると便利なわけですね。あとはジキル、そのウェブサイトを作るやつと Jupyter ノートブックって、これ Jupyter ノートブックっていうのはなんかデータ処理界隈でよく使われているやつで、まあ、タグを追加してこれでデータ処理できるようになんだノートブックの中身を出せるようになってます。あとはレッドオープン CV っていうのも作ってて、これはコンピュータービジョンのやつですね。これはカメラを使ってカチャって撮って保存するやつがこれで書ける。で、これ保存するだけじゃなくて、まあいいか。で、では、顔認識する、まあ、コンピュータービジョンなので顔認識するみたいなのもこれで書けて、ここら辺でもう顔認識終わって、ここで認識した場所を赤で書いてるってやつですね。で、これも、こんな感じで、ほら、ね、わかるっていう感じでできるように Ruby で書けるようになってます。で、さっきの GStreamer ってやつもバックエンドはこの OpenCV 使ってるんですけども、っていうのができるようになってますね。でこれの実装も G-Object Introspection っていうので自動生成するようにしてあります。で、宣伝なんですが、そうですね、今日の夕方から Ruby データワークショップっていうのがあるので、データ処理 Ruby でっていうのに興味ある人はぜひ来てください。午後の休憩の後の2枠の裏ですねまあその時間興味深いのが話があるんですけど、まあどっち取るかは皆さんが選択してください。あとはね、まあこんな感じでデータ処理周りもいろいろやってるので、まあ、一緒にやりたい人いたらぜひやっていきましょう。でやり方なんですけど、まあ、オンラインのチャットで相談しながらやるのもあるし、東京だと毎月イベントもやってるので、そこら辺で相談しながらもできます。あとは、まあ、お金
お金はあってリソースはないみたいな人はなんかスピーさんが村健君雇ってるみたいにこういうのやる人を雇ってなんか時間作ってあげるのもいいんじゃないでしょうか。あるいは、うちに発注してくれると私の時間ができるので仕事の時間でできるので、そうすると、今紹介したみたいなのもはかどるですね。で、たくさんうちにお金出してくれる人がいると私だけでは足りなくなるので、うちに入ってなんか同じようなことをやる人がいてもいいと思いますが、人だけ入って仕事ないと私はお金払えなくなるのでそういうのもちょっと加味した感じでいい感じになるといいなって思いますっていう感じですね。で、私はなんですかね、Ruby でできることを、自由なソフトウェアを使って Ruby でできることをいろいろ増やすっていうのと、他の人を作ったやつとかでもこう大丈夫なやつはメンテナンスしてるっていうのを頑張ってやって、そんな頑張ってないですけど、やってますので、一緒にやった、これでなんですかね、Ruby でできること増えたらそれはいいですし、それきっかけで Ruby 本体も良くなるきっかけとかもあったりするので、こういう風なのやる人増えるといいなって思って今日はこういう話にしました。なので一緒にやりたい人だったらぜひ私に声かけてください。やることはいろいろアイデアとかあるので一緒にやっていきましょうね。そんな感じですね。なんかキーノットっぽかったですか？なんか楽しみですねみたいな話してた人は楽しんでくれたんでしょうか？はい、ありがとうございます。